Alright everyone, good afternoon and welcome back again to more Muv-Luv Photonmelodies. This time, in this particular part of the app, we are prepping for our school's festival in terms of, shall we say, an airsoft battle? In other words, pellet guns. It's going to be interesting because I never thought to see this in this type of game, but then again, if they're mirroring anything related to alternative, this is the closest thing so far, so I guess it is to be expected, right? But otherwise, guys, we're going to continue on from there and see how it goes. So if anything else, hope you all continue to enjoy. Thank you again for the love and support. And here we go. 各種装備の点検整備、物資の運搬、それに一番大事なのは情報。つまり他のクラスの偵察。Recon. そうよ。表だった偵察以外にも。そうね、他のクラスの知り合いから情報を引き出したり、実際とは違う情報を流したりっていうのも重要。ディスインフォメーション戦術だね。Dude, how are you even a real person? そこまでさせるんですか？あのね、実際に表に出る連中よりむしろ裏方の能力が重要なのは戦争でも実社会でも同じ。そういった意味でもこれは総力戦なのよ。ですが、情報戦と周到な準備こそが重要なんだけどね。ほとんどの場合、戦いが始まった時にはもう決着がついているものなんだけど、どうやって選出するかはあんたたちが自分で決めなさい。それこそ B 組のチームワークでしょ。じゃ次。では競技ルールの概要を説明します。この競技は戦場となるフィールド、そしてそれを取り巻く干渉帯 DMZ、 そして被弾した競技者が待機するセーフティーゾーン、これら3つのエリアを統合した敷地内で行われます。10人のうち1名を大将とし、残りの9名は講師を担当する兵士となります。ゲームの開始後、フィールドから DMZ に出られるのは被弾者のみです。敵味方いずれの射撃であっても BB 弾が体あるいは装備に当たった競技者は失格となります。曖昧な判定を避ける意味で長弾の場合も同様とします。大将は攻撃力を持てません。そして常にコマンドポストと呼ばれるフィールド内に設営された陣地にいなければなりません。ただしコマンドポストエリアは10メートル四方の広さを持っているため、その範囲内であれば遮蔽物に隠れるなどの行動は自由です。なおこれら10名のほかオブザーバー1名をフィールドに入れることができます。オブザーバーは非戦闘員であり攻撃力を持てません。被弾してセーフティーゾーンに移動する場合を除き、コマンドポストから出ることもできません。一歩でも出た場合は失格。ただしコマンドポスト内であれば身を挺して戦闘員をかばうといった行為は可能です。この非戦闘員は学園関係者であれば誰でも構いません。ただし学生の場合は同じクラスから選出してください。 So wait, you're saying we could choose to put a teacher on our team? その通りです。基本的にはね、初心者に助言する経験者を想定しているわけよ。早い話が軍師ね。Makes sense. Would make for a very entertaining match if we just sent total greenhorns onto the field and left them to their own devices. では次に進みます。勝利条件は大将を倒す、もしくは降伏させるか敵を全滅させることです。決勝戦を除き試合には時間制限があります。時間内に勝敗が決まらない場合は生き残っている兵士の多い方が勝者です。同数の場合はそれまでの戦況からコンピューターが判断します。へえ、そんなコンピュー
あるんだ。はい、光月先生によると世界で最も高性能なスーパーコンピューターだということです。すごいなあ。そんなものが白陵にあったんだ。まだないわよ。これから調達するの。 With that funding? みつるに。はい、はい。妹の方でいいわ。後でちょっと話があるの。放課後付き合ってちょうだい。わかりました。 Whoa, whoa, whoa. You're not planning to make her family foot the bill, are you? 次に装備ですが、これは後ほどお渡しするレギュレーションに細かく記載しています。装備は全て基本的には学園側で支給しますが、条件を満たしていれば個人で準備しても構いません。こればっかりは厳しくチェックするわよ。怪我でもされて私の立場が危うくなるのはごめんだからね。 Since when are you so risk adverse? But whatever, I guess. As long as I don't have to go to the emergency room again. さて、これで説明はおしまい。で、メンツなんだけどさ、榊、はい。あんたを筆頭に最強のチームを組みなさい。D 組と勝負よ。え？実はさ、この球技大会にマリモの年末の運命を託しちゃったのよね。年末の運命ですか？ Aha! I knew it! She's just using this as an excuse to bully poor Marimo-chan again. ちなみに、今回はマリモから挑んできたのよ。You little liar. 白がね、嘘じゃないって。Oh, she's a telepath now? Are you a mind reader? あんたのは特にわかりやすいのよ。Yeah, well, whatever. You're not about to convince me that Marimo-chan would suggest something like that voluntarily. 本当よ。マリモがさ、サバゲー渋るもんだから、これで勝ったら年末チャラにしてもいいって言ってあげたわけ。そうしたら職員会議中ずーっと悩んで葛藤してたみたいよ。で、賛成過半数でサバゲー案が可決した後、どうするって聞いたら、机に突っ伏して絞り出すような声で挑戦してきたのよ。That doesn't sound like it was her idea at all. Forcing someone to give in to your demands by pushing them into a corner isn't voluntary. That's blackmail. 追い詰めた？人聞きの悪いこと言わないでちょうだい。マリモは最後まで反対票だったけど、私は可決したから約束は守ったのよ。This woman is pure evil. そんな個人的事情をクラスの勝敗にかけちゃうなんて、ずいぶん身勝手な話だけど、教師も人間だから勘弁してあげてね。So that's why Marimo-chan's still moping in the conference room. She must feel super guilty for giving in to the devil's temptations. でね、とりあえず私としてはマリモの人望の厚さを確かめてみようかなーなんて思ったわけなんだけど、榊、どうする？よくわからないんですが、要するに B 組が負けると神宮寺先生に災難が降りかかるといういつものお話なんですね。でも私はサバイバルゲームなんてやったことありませんし、だいたいどういうものなのかもよくつかめていません。準備万端で訪れるチャンスにろくなものなんてないわよ。チャンスですか？そう。D 組からは鈴宮が出るわ。Suzumiya? As in Suzumiya Akane? The chick from the swim team? Right, yeah, probably so. I know she and Class F are pretty good friends. Not only that, but I hear they actually have a bit of a friendly rivalry going on. Though calling them rivals is probably a bit of a stretch, that would imply they're in the same league as one another, when in reality there's no competition. And once again, Sensei is, as usual, manipulating the whole situation. Suzumiya is like one of the most popular kids in school, and for good reason. Class Rep, on the other hand, well, let's not go there. ライバル同士の直接対決、悪くないと思うけどね。
鈴宮もサバゲーは初心者よ。条件は同じ。面白そうだと思ったんだけどな。チャンスじゃない？ライバル同士初めて挑戦する競技で雌雄を決するなんてウキウキしてこない？でもあら、おじけづいちゃった？やっぱり痛いのは嫌よね。そうよね。違いますけど、どうしてそうまでして私と茜を戦わせようとするんですか？ Yeah, that does seem a little weird. I highly doubt that'd make the match any more entertaining for her. だってさ、鈴宮に言っちゃったんだもん。榊が出るって。鈴宮の運動能力は欠かせない戦力なわけよ。なのに嫌だとか言うからさ。So again, you manipulated her. Okay, yeah, alright. I see. So you've told her she'd get to play against Class Rep to sweeten the deal, huh? あっちは乗り気だったわよ。あんたと対決できるのは楽しみだってさ。わかりました。仕方ありません。さすが榊。鈴宮も喜ぶわ。それじゃ、私別のクラスにも説明に行かなくちゃいけないから。I honestly hope we win now. Oh, right, because all the senior homeroom teachers were vehemently opposed to this idea. They're probably all still sitting in disbelief with Manimo-chan in the conference room wondering where they all went wrong. じゃあねタケル、今の光月教員の話よくわからんのだが。光月先生と神宮寺先生はこういう行事でいつも張り合ってるんだよ。Yeah, they're both Hakuryo alums, and they've been best friends since they were our age. From what I hear, they've been competing with each other since the day they met. Not that Manimo-chan ever really has a choice in the matter. Okay, maybe not competing per se, it's never really a fair fight. In fact, I can't recall a single time Manimo-chan's come out on top. 白秋祭も負けちゃったもんね。白秋祭。うちの文化祭のことだよ。Yeah, they turned this last one into a competition of who can make the better booth. It was just a popularity contest, really. D 組は光月先生の水着撮影会なんか開いちゃってすごかったんだよ。男子が殺到して。Yeah, our little takoyaki stand never stood a chance against their cosplay cafe to begin with. But when I heard they were letting people take pictures with Yuko Sensei in the skimpy one piece, that's when I knew we were done for. I swear that woman has no sense of restraint. 文化祭、模擬店、水着撮影会。全く。You and me both, sister. Swimsuit part anyway. ではこたびの対決は教養2人の因縁を背負った代理構想というわけですね。A little less epic than that, but sure. して年末の運命とは一体。Oh, right. Pretty sure she was talking about. お願いだから負けないでね。Yeah, when'd you get here? 今回だけは言う。光月先生のクラスに負けないで。先生、大丈夫ですか？有明はもう嫌なのよ。有明？お正月は一人寂しくでもいいの。無事に迎えたいのよ。 I'm guessing she's gonna make her cosplay again in some humiliating outfit. Aha! I knew it. どうしたタケル？白金くん、人として。Don't worry, I wasn't gonna tell them. She was gonna make you cosplay at that big annual anime convention, wasn't she? For some reason, Yuko-sensei really loves to force Manimo-chan to reveal in costumes. And perhaps most tragically of all, I always seem to walk in on them when it happens. I have to answer whether or not some costume makes my teacher's boobs look big one more time. I might just end it all. Besides, we'll be fine. I'm sure Class F will pull through for us somehow. 榊さん、サバイバルゲーム強いの？いえ、
けではないんですけど。 What's wrong? 光月先生にうまく乗せられちゃった。 You just noticed? Huh? じゃあ、そうだ、どうして気づかなかったんだろう。 I saw through that a mile away. What is it, you guys? なるほど、そうか。タケル、つまりだな。D 組に勝利することを最優先にするのなら、榊は出るべきではなかったのだ。And why is that? 榊さんが出場しなければ鈴宮さんという方も出ないのでしょう。 Ah, shoot, you're right. They'd have a way better chance of victory if they lost their star player. I get that Clash Up and Suzumiya want to compete, but their rivalry pales in comparison to Yuko Sensei and Marimo-chan's. There's a lot riding on this for them. 見事にしてやられたな。Well, more so for Marimo-chan than Yuko Sensei. Yeah, we got swindled hard. 榊さん、大丈夫？大丈夫です。こうなったらもう負けられません。お願いね。じゃあメンバーの選出始めて。はい。 Oh, wait, Marimo-chan. 勝ってやるからその呼ばれ方も甘んじて受け入れろってことかしら。Sorry, Jinguji Sensei. I mean, quick question. 何？ So, I heard there was a fair bit of disagreement among the teaching staff before you guys ultimately settled on Airsoft. もうめちゃくちゃよ。 What surprised me, though, is that you never mentioned any of this before the emergency staff meeting. だってあんな話を受け入れる先生なんてほとんどいなかったんだもの。結局いつも通りになると思ったのよ。 Ah, gotcha. But see, that's a little funny to me because I don't really get why you'd be so opposed to the idea. I mean, our plan seems to have a pretty solid educational basis, especially compared to previous years. I was actually going to ask Yuko Sensei the same question, but I totally forgot. Whoops. Not that I really would have had a chance to. She came, said her piece, and then zipped off to tell the other classes. そう言われてみればそうだね。 Right? そんなの当たり前よ。どうせ個人の本質がどうとかチームワークがどうとか言われたんでしょ。 Yes. 嘘なの。 Not surprising. Beg pardon? 全部嘘。でたらめ。口から手任せなのよ。 Wait, seriously? 光月先生がサバイバルゲームをやりたいって言い出したのは研究に行き詰まってたまたまやったゲームのせいなのよ。 That sounds like her. Not surprised. Yuko Sensei's a gamer? それでも最初はね、みんな納得しかかってたの。なのに口を滑らせちゃったのよ。それでもうめちゃくちゃ。それでただでさえ雰囲気険悪になってるところにそのゲームっていうのがプレスタ2のクソつまんない 3D ゲームなんて言うからもう。 Oh, for God's sake, wait to fan the flames. That woman sure does love to stir up controversy like some racist deadpan comedian. 彼女ある一線を越えるともう破滅的だから。握ってる弱みをちらつかせ始めたりして。そんな状況で私たちにはあんなこと言ってたわけ？ Why the hell does this surprise any of you? しれっと言うにも程がありすぎるよ。 I ask myself the same question every time you open your mouth. なんということだ。そんな素振りなど全く感じられなかった。光月教諭、ただものではないと思っておりましたが、ここまでとは。そういうことなのよ。わかった？ Yeah, absolutely. Man, I sort of wish I hadn't asked. Ignorance truly is bliss. Sure hope Miss Piat never catches wind of this.
probably been eating up every last word of Yuko Sensei's bullshit. Damn it, dude. Why does that woman have to make a shit show of everything she touches? Enough about that, though. Let's just hurry up and pick teams, class rep. そうね。それでは今年の球技大会で行われるサバイバルゲームのメンバーを選出したいと思います。 Right. 9 soldiers and 1 general, plus 1 optional tactician. とりあえず立候補を募りましょうか。君の以上10名を A チームとします。 Well, that went by surprisingly fast. Looks like a team of 10 guys, all of whom claim to have some experience playing Airsoft before. I had a feeling they might. Most of those dudes are total gun nuts, and they always spend lunch in their own little clique. When they all shout out their seats to volunteer, though, you could almost feel the rest of the class collective buttholes clench. Not that I blame them. I mean, these are the dudes who wear camo undershirts every day and love to go around showing off their dog tags to each other. I wouldn't be surprised if half the kids here suspect them of applying a school shooting. Like with most unusual hobbies, there's a lot of stereotyping and misconceptions about this sort of thing. The average person has a pretty hard time understanding why guns would appeal to anyone but psychopaths. Hopefully, this event will prove to them that their prejudices were unfounded and that you shouldn't judge a book by its cover. Yeah, not likely. If nothing else though, they certainly are class best shot at winning this thing. みんなありがとう。では引き続き B チームを選抜します。こちらは私がすでに決定しているので残りは9人です。 Resisting the urge to ask why she didn't just join Team A. Not sure if Manimo-chan forgot or is just too shaken up to think, but the agreement was that Class Rep's team has to win for our victory to count. So if Team A's got all our star players, you'd think she'd want to join up with them to give Manimo-chan the best shot at winning the bet. But I'll keep my mouth shut. Obviously, she's smart enough to realize that herself, and I can tell she really doesn't want me to point it out. I know Class Rep thinks I'm practically the devil, second only to Ayamine, but even I'm not cruel enough to throw her on the team with those testosterone-filled maniacs. I mean, she is technically a girl, even if she doesn't act like one. It would be a very gentlemanly of me. 誰か立候補はありませんか？ Doubtful. 諸君、聞いてくれたまえ。皆も感じているだろうが、A チームの選抜で我が B 組の戦力は全て出し尽くしたというのが正直なところ。 Right on the money. だが、チームはもう一つ作らねばならない。そして勝利を収めるべく努力せねばならない。皆が悩んでいるようなので、助言として至極当然のことを一つ言わせてもらおう。何でしょうか？このゲームに転用できる能力を元から持ったものを採用すればいいのだ。え？例えば足が速いものはどうだ？戦場では戦力として非常に有効だ。そういう考え方をすると見えてくるものがあるのではないか。そのものが経験者であるかどうかは二の次だ。ルールは覚えればいいのだからな。 That actually makes a lot of sense. もっとも撃たれて痛い思いをするのが嫌だというのであれば、これはもうどうにもならないことではあるが。私やってみようかな。 You sure about that, dude? I don't think this is your kind of game. なんでさ、私撃たれるのが怖くないもん。 That's beside the point. I'm telling you to stay in your lane. You really think you're athletic enough for something this intense? He's asking for people with existing skills, of which you have none. いけそうかな。 Bullshit. 鏡3年生か。何ができる？根性だけはあります。却下だ。ひどい。 See? Told you. やります。 No, you probably don't want to do this either, Tama. 貴様は玉瀬3年生だな。何ができる？
えっとミキさんは弓道の名手です。お、弓道か。では貴様を狙撃手として採用する。 Oh, that's not surprising at all. She's perfect for that role. ありがとうございます。 Oh, snap. 冒険共有及ばずながら私も力添えしたいと考えておりますが、 Maya, you do realize what you're volunteering for, right? 状況は理解している。これを座して生還することなど私にはできぬ。 Ah, gotcha. 何ができる？軍事教練ではありませんが、射撃の経験は拳銃からライフルまで一通りあります。 Whoa, seriously? ほほう、よろしい。採用する。はっ。それでは及ばずながら私も志願させていただきます。名や同様、射撃のたしなみは飛行は対象として採用する。 Damn. まあ大将ですか。しかし私のような右も左もわからぬ素人が。心配は無用。ルールは覚えればよい。重要なのは資質。飛行には大将としての器がある。 The hell? Dude, I think something's wrong with our new teacher. 朝からユウヒさんにだけは様子が変だったよね。私もやります。先生、文化祭の雪辱を晴らしましょう。貴様は柏木3年生だったか。はい、ファスティブではポイントガードをやっていました。なるほど、司令塔か。体力も視野の広さも申し分ない。よろしい、採用だ。すごいね、委員長。どんどんメンバーが決まっていくよ。ええ。他に誰かいませんか？ What, you're just gonna skip over Mikoto? I feel like she'd be a shoo-in. 僕？白金、どういうことだ？ I mean, she's got genuine wilderness survival skills. It's like her thing. 本物のサバイバルスキル。 Probably should have said wilderness, but okay. As in, she's traveled to some of the most dangerous remote places in the world and she always lives to tell the tale. 生死がかかった状況での的確な判断に慣れているな。よし、採用する。はあ、僕なんかでよければ。あと4人です。Looks like all our good leads have dried up. 神宮寺先生。そういうことなら綾峰さんなんかどうかしら。 Why am I not surprised in that? そのご意見は却下します。でもさ、ほら綾峰さん運動神経いいしね。ね。 Man, since it's getting really desperate, this is kind of hard to watch. 榊さんも勝ちたいでしょ。協調性のかけらもない人が入ったら勝てる試合も勝てなくなります。綾峰さんやってみない？ Well, she's not wrong about Ayamine being a great athlete. The cool, quiet types always seem to be secretly incredible at sports. It's a big trope. She'd be a powerful asset to the team for her speed alone, like Mr. Walken said. What do you say, Ayamine? With you on board, we might actually have a shot at winning this thing. Not that I expect my words to get through to her. いいよ。 Huh? 何やってほしいんじゃないの？ No, no, it definitely is. It's just not the answer I was expecting. Usually you're not so easily persuaded. What convinced you this time? 白金にお願いされたか Huh? ら。マジで。 No, that's my line. Now stop trolling and tell me the real reason. 戦場では何が起きても事故。 Of course, that's what it is. 綾峰さん、どうして私の方を見るのかし事故は誰にでも起きるもの。ら。あなた
をつけなさいよ。 Oh my god. Whoa, whoa. Friendly fire is not permissible. では今の話はなかったことにして。いや、採用する。どういうことですか？言葉の通りだ。でもチームワークを乱すような人がいたら。勝利のために必要な人間であれば採用しない道理はない。それはそうですが。背中から撃たれるのが嫌なら綾峰3年生以上の能力を持てばいい。